んにちは、ミルです。今日はなぜ包むのというテーマでお話をします。包むと聞くと、例えばプレゼントを包むとか、食べ物を包むとね、想像するんですが、日本ではね、お金を包むと言ったり、言葉を包むっていうこともあります。プレゼントとかね、食べ物、物を包むというのはすごくわかりやすいですよね。その名の通りです。でもね、このお金を包む。これは、お金を紙袋などに入れて、丁寧に渡すときです。例えば、お祝いの時とか、お礼をする時とか、あとはお詫びの時、そういう時にお金を包むと言います。ねえねえ、結婚祝いのお金いくら包んだ？私は3万円包んだよ。こういう感じで使います。お金を渡すとか、お金をあげるとはね、あまり言いません。渡すというのは、お金の移動にフォーカスしていますよね。フォーカスするの、ただのね、お金の移動です。で、あげるというのは、目上の人に使うと失礼になるんですね。親が子供にお金をあげるとかね、こういうふうに使います。なので、あんまり丁寧な表現じゃないんですね。丁寧にお金を渡すときはね、お金を包むと言います。それから言葉を包む。これはね、はっきり直接全部言うと相手に対して失礼になってしまうので、直接的な言葉を他の言葉で包んで相手に伝えるということです。婉曲な表現ですね。はい。包み隠さず話すという言葉もありますよ。これは反対ですね。何も包まないで話す。隠さないで話す。全部話すという意味です。それから着物もそうですね。着物は体を包むものです。何枚もの布でね、丁寧に体を包みます。こういう感じで、包むというのはとても優しくて丁寧なイメージがあります。そしてね、なんかあったかい気持ちになりますよね。今はね、もう7月に入って暑いんですが、寒い冬にあったかい布団に包まれて寝るのって幸せですよね。はい。で、もともとこの包むという言葉は、胎児が母親の体内にいる様子を表す象形文字から来ているんですって。なのでね、大切なものを守るという意味を持つようになったそうです。さっき言ったように、贈り物やお金を包んだり、言葉を包むことで、相手に敬意とかね、思いやりを表したり、相手に嫌な思いをさせないようにしているんですね。なのでね、こう包むってとても素敵だなーって思います。で、ちょっと昔ですけど、日本のお店は過剰包装だ、エコじゃないという声が上がりました。それでね、今では多くのお店が結構簡易的な包装になったんですが、それでもまだ名残はありますよね。例えば、お洋服屋さんでは、まずね、お洋服を、ビニール袋か紙かわからないですけど、まず包んで、その後、紙袋に入れてくれますし、本屋さんでもね、本を紙でこう包んで、ブックカバーにしてくれるんですね。はい。もちろん、そのままで結構ですと言えば、包まないで、そのまま袋に入れてくれるんですが、包んでくれるお店というのはまだまだあります。で、和菓子屋さんだと、今もね、無料で綺麗に包んでくれるところが多いと思います。この間ね、お団子を買ったんですよ。そしたら、これね、このみたらし団子何本ください。あんこのね、このお団子を何本くださいって言ったら、ではお包みしますね、と店員さんが言って、まずね、お団子を笹の葉で丁寧に包んでくれました。で、その笹の葉を今度はね、紙で丁寧に包んでくれて、さらにそれを紙袋に入れてくれたんですね。で、もしかしたらね、そんな包む必要ないのかもしれないんですが、大切なお団子を丁寧に包んでくれたのはね、とっても嬉しかったです。はい。私はね、包むという声はとっても素敵な優しさだと思います。ということで、今日はなんで包むのっていうお話をしました。じゃあ、バイバイ。こんにちは、ミルです。今日はなぜ包むの
というテーマでお話をします。包むと聞くと、例えばプレゼントを包むとか、食べ物を包むとね、想像するんですが、日本ではね、お金を包むと言ったり、言葉を包むっていうこともあります。プレゼントとかね、食べ物、物を包むというのはすごくわかりやすいですよね。その名の通りです。でもね、このお金を包む。これは、お金を紙袋などに入れて、丁寧に渡すときです。例えば、お祝いの時とか、お礼をする時とか、あとはお詫びの時、そういう時にお金を包むと言います。ねえねえ、結婚祝いのお金いくら包んだ？私は3万円包んだよ。こういう感じで使います。お金を渡すとか、お金をあげるとはね、あまり言いません。渡すというのはお金の移動にフォーカスしていますよね。フォーカスするの、ただのね、お金の移動です。で、あげるというのは、目上の人に使うと失礼になるんですね。親が子供にお金をあげるとかね、こういうふうに使います。なので、あんまり丁寧な表現じゃないんですね。丁寧にお金を渡すときはね、お金を包むと言います。それから、言葉を包む。これはね、はっきり、直接、全部言うと、相手に対して失礼になってしまうので、直接的な言葉を他の言葉で包んで相手に伝えるということです。婉曲な表現ですね。はい。包み隠さず話すという言葉もありますよ。これは反対ですね。何も包まないで話す。隠さないで話す。全部話すという意味です。それから着物もそうですね。着物は体を包むものです。何枚もの布でね、丁寧に体を包みます。こういう感じで、包むというのはとても優しくて丁寧なイメージがあります。そしてね、なんかあったかい気持ちになりますよね。今はね、もう7月に入って暑いんですが、寒い冬にあったかい布団に包まれて寝るのって幸せですよね。はい。で、もともとこの包むという言葉は、胎児が母親の体内にいる様子を表す象形文字から来ているんですって。なのでね、大切なものを守るという意味を持つようになったそうです。さっき言ったように、贈り物やお金を包んだり、言葉を包むことで、相手に敬意とかね、思いやりを表したり、相手に嫌な思いをさせないようにしているんですね。なのでね、こう包むってとても素敵だなーって思います。で、ちょっと昔ですけど、日本のお店は過剰包装だ、エコじゃないという声が上がりました。それでね、今では多くのお店が結構簡易的な包装になったんですが、それでもまだ名残はありますよね。例えば、お洋服屋さんでは、まずね、お洋服を、ビニール袋か紙かわからないですけど、まず包んで、その後、紙袋に入れてくれますし、本屋さんでもね、本を紙でこう包んで、ブックカバーにしてくれるんですね。はい。もちろん、そのままで結構ですと言えば、包まないで、そのまま袋に入れてくれるんですが、包んでくれるお店というのはまだまだあります。で、和菓子屋さんだと、今もね、無料で綺麗に包んでくれるところが多いと思います。この間ね、お団子を買ったんですよ。そしたら、これね、このみたらし団子何本ください。あんこのね、このお団子を何本くださいって言ったら、ではお包みしますね、と店員さんが言って、まずね、お団子を笹の葉で丁寧に包んでくれました。で、その笹の葉を今度はね、紙で丁寧に包んでくれて、さらにそれを紙袋に入れてくれたんですね。で、もしかしたらね、そんな包む必要ないのかもしれないんですが、大切なお団子を丁寧に包んでくれたのはね、とっても嬉しかったです。はい。私はね、包むという声はとっても素敵な優しさだと思います。ということで、今日はなんで包むのっていうお話をしました。じゃあ、バイバイ。